まず植木鉢、盆栽鉢どれ使おうかというのがあります。で、穴がこうやって1個のと、それからこうやって2個開いてるやつとかいろいろあるんで、それによってちょっと網の土漏れないようにこういう園芸用の網があるんですけど、これのちょっと留め方が違ってくるんですけど、でそれとほうきはどうでもいいですけど、針金、留める針金とか、あとつつき棒、これはコンビニのお箸ですけど、もう何でもいいです、この辺は。なんていうか、こういうつつける棒を用意していただくのと、あとこれは根をこうほぐすときに使うんですけど、これもなければ別になくて結構です。で、あとは針金切りとハサミと目切りばさみと、あとこれはこれもジュースのペットボトルの半分切って斜めに切ったやつなんですけど、これ土入れていくに使います。それからあとペンチあれば用意していただきたいと思います。それで前回針金かけたやつの植え替えしたいと思うんですけど、どこら辺がいいかなと思って、これだとちょっとやっぱりさすがにちょっと大きいんで、もうちょっとちっちゃいやつで、あとはもうお好みでいいんですけど、こういう縁の強いのはちょっと太いのに向いてるかもしれないですね。で、今回は一番優しい感じのこれにしますかね。で、これ一つ穴なんで、これこれの網を止めることと、あと木を固定したいんで、両方いっぺんにやるということで、じゃあどういうふうにやるかということで、じゃあ網はこの穴より二回りぐらい大きい感じで、これはもう大体でいいです。で、こういう感じで。で、このままだと固定できてないんで、網固定するだけでやるやり方と、もう私はちょっともう簡単にやろうと思って、じゃあ針金の針金通してギュッてやるんで、それに耐えられる程度の針金、これもうちょっと太くてもいいですけど、今回2ミリ使います。で、これを穴よりちょっと長めにこういう感じでなりますので、こういうふうに切って、でここにこういうふうにやって針金を巻いて通します。で、ちょっと細い針金の方を、でこれはこう行って帰ってくる長さがあればいいんで、こんくらいで。で、これにこうやって何回かこう巻いていただいて、で上にこういうふうにやります。で、針金を網を押さえながらこうやって裏側から通していただいて、で、これ上に入れたらこうやってちょっと仮留めしておいて、で、こんな感じになりますね。ここからはどうでもいいんですけど、趣味の問題ですけど、ちょっと少し好きなところにちょっとこうやってこんな感じで留めてもらえれば落っこちないですから、それでとりあえず OK です。で、あと土なんですけど、私のところで使ってる土は赤玉土と珪石と、それに竹炭をちょっと入れてます。だから赤玉土4、赤玉土6、珪石4、竹炭1、竹炭 0.5 ぐらいですね。そんな感じでブレンドした土です。で、これはちっちゃいんでゴロとかは入れないで、これぐらいの大きさでも十分ゴロの感じになりますので、真ん中ちょっと持ち上げたような状態で、こんぐらい入れて、とりあえずこれで置いておきます。
で次この間針金かけたやつをちょっと抜きますね。で、上の方からちょっとこうやって崩してみて、粘りというか、どんな感じかなというのがまずあります。土も劣化してるんで、上の方の土はまずこう取り除いて粘りを出してあげます。であと下の方の土こういうふうに取って、それほど手が回ってカチンカチンというわけではないんで、こう大まかにほぐして、で伸びすぎてる根があれば切りますけど、今回あんまりそれほど伸びてるわけでもないんで、生育期間中ということもあるんで、軽くちょっと周りと上に来てる根っこだけちょっと切る感じですね。で根先ちょっと切り詰めたら、これでいいと思います。直下にこうなんていうか太い根とかあれば切り詰めますけど、それほどでもないんで、今回はこれでもう十分だと思います。でさっき入れたこれのところにこう乗せて、ちょっと出上がってますかね。で、もうちょっと土入れてから固定しますね。この時に正面どこにするかっていうのを、最終的に決めて、で位置もこう決めて、それで、この木の場合はちょっとこんな感じですかね、大体ね。そしたら少し土入れたら針金で固定します。この針金で根元を縛るんですけど、その時にある程度きちっと針金で縛ってあげます。よいしょ。でどうしても植え付け時にグラグラしちゃうと活着良くなくなっちゃうので、植え付けする時にはある程度私の場合はこう上からこう掴んでも落っこちない程度の感じで押さえます。で伸びすぎちゃってる針金はちょっと切り落として、でちょっとここへ入れて、これで隙間に空間という変な言い方ですね。土の間に隙間ができないように、ちょっとつつき棒、さっきのお箸ですけど、ついてこう入れていきます。で今回ちょっと粗めの土を使ってるんですけど、これジャブジャブやってもお水あげても水がなんとか排水がいいように、それからなるべく肥料たくさんあげても大丈夫なようにというか、そういうことでちょっと粗めの使ってます。でかといって
ちょっとあんまり粗めのばっかしで上も粗めのまんまだと乾きすぎちゃうんで、そうするとちょっとこれから暑い時期も迎えるんで、若干上の方だけは赤玉土の小粒のを引いて、で今回はこの赤玉土の一番細かいやつですね。刺し木とかに使うようなあれなんですけど、これを上にちょっとねいきます。であと苔張った方が綺麗になるかなというのもあるんで、ちょっと苔張りしますね。苔は少しこれ土の部分というかちょっと厚いところがついてますので、これ水の中でちょっと綺麗に洗って、でちょっと絞った感じですけど、それで最終的にはこの厚みをちょっと下の方からもうちょっと薄くしたいんで、輪郭に合わせてある程度貼っていくんですけど、あんまりペタンペタンと大きいの貼ると後でなんていうかそのまままくれ上がったりしちゃうんで、乾いた時にでこうやってちょっと時々こう割りながら。あとは細かいところはもしあれでしたらピンセットを使っていただいても全然そっちの方が綺麗に仕上がりますんで。で苔を張っててこんなこと言うのもあれなんですけど、あんまりなんていうか、とりあえずの鑑賞用に苔張ってるだけで、実際お店やり始めたり夏になったら苔やっぱり乾いちゃってだんだん色が変わってきちゃったり取れちゃったりということもあるとは思いますんで、それはそれで構わないんで、あんまりね苔根元を全部覆っちゃうような形だと粘りがあんまり育ちにくかったりするんで、ちょっとそれはあるんですけど、今回はちょっと見てくれを優先してとりあえずちょっと見た時綺麗かなというんで貼ってるだけですから。で展示会とかもし盆栽見られた方なんかはとても苔が綺麗になっててと思われると思いますけど、あれ苔張ってますから、展示会の前にずっと状態じゃないですから、苔がよく育つってことはちょっと水やりすぎっていう感じですから、時期にもよるんですけどあんまり苔が綺麗に育ってるっていうことはちょっとお水をあげすぎかなという感じになりますんで、だけど飾るときはね苔貼った方が綺麗ですから。で今回なんていうか1種類しか
苔用意してないんですけど、何種類かね苔いろんな苔を少しずつこう植えた方がよりこうなんていうか自然には出来上がりますけど、まあ、とりあえずね見てくれが少し良くなればと思うので、最終的にちょっと見てこう伸びすぎてたりちょっとあれかなというところをちょっとバランスがおかしいなというところはこう最終的に調整して、あと苔張っちゃうと肥料やるとそこだけ苔枯れちゃうんですけど、まあこれからはね梅雨時なんであまり肥料はやらないでまあどっちかというと夏過ぎてからこう肥料を効かせるようになると思うんで、まあその頃は苔もねちょっと色変わっちゃってるかもしれないんで、それはそれでまたその時張り直していただくというか、とりあえずまあ今回はまあ、そのまま鑑賞できるような形で苔張りまでを済ませて、でお水をまあ本来だったらじょうろでたっぷりあげて下からこう綺麗なお水が出るまでということでやっていただければと思いますけど、今回はちょっとお水に漬け込んでこんな感じで作りました。はい、ありがとうございました。